皆さんこんにちは。ろゆみチャンネルへようこそ。今日はちょっとあんまり明るいテーマじゃないんですけど、ちょっと暗いテーマなんですけど、もう今はメディアとかもニュースとかもうどこ行っても見れるものだと思うんですけど、ジョージ・フロイド、黒人の方のなんか殺されちゃったっていう事件についてなんですけど、多分ご存知の通り、起きたのが警察が急に止めて膝を首の方に押して息ができない状態でそのまま7分間ぐらいでしたっけ、7分間ぐらい息ができないまま座られてて、息ができないって言われていたのに、警察はどかずそのまま窒息して死んでしまったっていう事件があって、でそれがきっかけでもういろんな人たちが、特に黒人の人たちが抗議して、道路とか歩いたりしてるんですけど、で一緒に白人の方とかも普通に一緒に抗議したり、でもそれは全部平和的に言ってるだけで、もう実際に物とかは燃やしたりしてるかもしれないけど、それはほんの少ない数で、メディアとかを見るともう逆に割合で言うと 99% ぐらい燃やしたり怒ったり殴ったり殺したりしてて、その残りの 5% が1% が普通に抗議してるだけみたいな感じになってるんですけど、もう実際は真逆で、その割合が真逆で 99% が普通に抗議してるわけですよ。抗議するだけじゃ多分政府とかは普通に何もせずにただ黙って見てるだけだから、その何かを意識を引きつけるみたいな感じでしないと無視されるばかりだから、そういうこともしなきゃいけないっていうのは分かってほしいなって思うんです。そういうことをしていいっていうわけではないです。でも今僕ちょうど歴史とかで地理とかでやってるんですけど、差別を受けている人がもう本当にいっぱいいて、例えば安心して外へ出られないっていうのもあって、日本では結構泥棒とか殺害って少ない国なんですよ、他の国と比べて。だから普通外出る時って誰かに追いかけられてるかもしれないし、殺されるかもしれないっていうのは多分大体は考えてないと思うんですよ。でもそのアメリカとかでは黒人の人ってもうずっと誰かに殺されるかもしれないし、誰かに殴られるかもしれないしみたいな。で今回の事件は警察とかで、今回は初めてじゃないんですよ、警察が殺すっていうのは。首を絞めるだけじゃなくて拳銃で撃ったりしたり殴って殺したりっていうのがたくさんあるんですよ。そんな中で生きていかなきゃいけないんですよ。例えばスーパー行くだけでも、近くに警察がいたら、警察の隣通ったらもしかしたら殺されるかもしれないっていうのを考えながら行かなきゃいけないんですよ。で殺されるのって大人だけじゃないんですよ。子供とかも普通に殺されちゃうんですよ。でそういうのがあって言ってる抗議してるわけですよ。でそれはちょっと説明だったんですけど、今日はそのことをまとめたNHK のビデオ動画が多分この前にテレビで流されたんですけど、内容がとてもおかしいんですよ。 NHK が悪いっていうわけではないんですよ。僕が言いたいのは、NHK はとてもでかい会社で、全員がその動画を作ったわけではないので、僕は NHK が悪いとは思ってないけど、その動画を作った人とか編集した人とかそれを出す許可をした人は何を考えて出したのかをちょっと本当に知りたいくらいおかしいと思うんですよ。まずその動画を見ると、最初に全員怒って物を燃やしたりしてるんですけど、さっきも言った通り物を燃やしたのはほんの1割で、その動画では普通に抗議するのではなく、物を燃やして抗議してるっていう風にそういう風に出してるんですよ。でそれはとてもおかしいことですよね。だからその点もおかしいし、他にも話してた点が2つあるんですけど、お金がないからお金の差が7倍も違いっていう点が出たと思うんですけど、それはもしかしたらあるかもしれませんよ。そういうこともあって抗議してるかもしれませんが、それが一番大きいものではないんですよ。今起きてる抗議っていうのは、安心して道路とか歩きたいっていう意思があるから抗議してるんですよ。
考えてみてください。家出た瞬間殺されるかもしれないっていうところで生きてるんですよ。それも何十年も。だからそのお金が足りないからとか、コロナウイルスの感染者をなんか身を見るのが黒人であるとか、そういうことで抗議してるわけではなくて、自由と公平が欲しいから抗議してるわけなんですよ。でそのNHK の動画はそのところに全く触れてなくて、事件の元となったジョイ・フロイドは3の点についても一つも触れてなくて、この起きた今首絞められた事件について全く触れてないということで、普通になんかおかしいって思うんですよ。だから全く無関係なものを入れようとして本題であるその事件については全く出てないっていうのがとてもおかしいんですよ。で見た人とかはそれを見てどういうイメージが残るかっていうのが問題なんですよ。出したところで誰も見なかったらそれはいいんですけど、その見た人はどういうイメージを受けたかっていうのが問題なんですよ。例えばそれを見て本当ではない情報を受け取ったりするかもしれませんじゃん。例えば火とかを燃やしたりとか、そういうのは本当に少ないのにそれが多いっていうのを聞いたところで、黒人っていうのはとても凶暴ですぐ起こったら物を燃やすみたいな印象が残るわけですよ。その印象が残ったら普通怖いじゃないですか。すぐ起こったら燃やすんだみたいなことで黒人について反対になるわけじゃないですか。黒人はダメだ、黒人は危ないみたいな印象が残るわけですよ。でその印象っておかしいじゃないですか。だって本当はそういうこともしたのに悪い印象がついたっていうのはとても悲しいことだと思うんですよ。例えば簡単にするとこれはただの誤解で、その見た人は誤解を信じてるっていうわけですよ。でそういうところでは NHK にはちゃんと責任取ってほしいなと思うんですよ。誤解を作ってそれでいろんな人がそれを信じてしまった結果どうするのみたいな感じで僕は思ってるんですよ。で今回は誤解を解くっていうわけではないんですけど、その僕の考え方とかどういうふうにそのNHK の動画を見てどういう思いになったかを今回は見てるあなたたちに分けてもしできたらそういう考え方であってほしいし分かってほしいんですよ。だって黒人って悪いわけではないじゃないですか。何もしてないんですよ。ただもちろん人を殺す黒人もいれば、同じふうに白人でも人を殺す人もいれば、同じじゃないですか。同じ人間であることでありながらそういう差別があるっていうのはとてもおかしいことですよ。でその差別を今回は黒人がそれを怒って抗議してるだけのことなんですよ。でそれに対して黙らせようと、例えばアメリカでは今自衛隊が普通に道路で人を撃ったりしてるんですよ。それをもう普通に何も暴力も何もしてない、ただ平和的に抗議してる人を普通に拳銃で撃ったり殴ったりしてるわけですよ。でそれって差別とかそれ以前の問題で暴力じゃないですか。他にもテレビとかで流れてることもあると思うんですけど、多分見たことあると思うんですけど、自衛隊が抗議してる人の仲間になったりしてるんですよ。自衛隊の中でも全員がそういう人を殺したりしてるわけではないんですよ。他にも警察署の人とかも普通に警察署の人たちも抗議に合わさって一緒に抗議したりしてるんですよ。そういうことを見るとおかしいっていうのが多分見えてくるんですよ。なのでぜひ少し考え直して一体何が起きてるのかはマスコミとかだったりメディアだったりを見るだけではなくて、自分たちで調べ出して本当かどうかを調べてほしいんですよ。ただなんか携帯見てニュース見てこういうことが起きたっていうのだけでそれを信じたら嘘の情報だったらそこで誤解が生まれちゃうわけですよ。なのでそれを読んじゃダメって言ってるわけではないですよ。だから読んでもいいけど、例えば東京で100人が事件に巻き込まれて死んだっていうニュースがあったとして結構大きいじゃないですか。でそれが本当かどうかを調べ出してほしいんですよ。そこだけで死んだんだ死んだんだ危ないな危険だなって思うだけではなくて、それがもしも嘘だったらその嘘を信じてるわけですよね。だからそれが嘘かどうかをはっきり自分で調べ出して
誤解に流されないようにしてほしいなっていうのが僕の願いです。で他にも僕ちっちゃい頃から思ってたことなんですけど、結構授業とか学校で見ると黒人の声ってなんかヤンキーみたいな、そういう悪い印象、強い印象とか、なんかすごいとても危なそうで喧嘩が強くて人を殺しちゃいそうな人ばっかみたいな感じで、ちっちゃい頃はそういう印象だったんですよ。世界の国々の人たちの絵があったとして、黒人はなんかすごいいつも体が大きくてなんかとても危なそうな印象だったんですよ。印象っていうかもういつもそういう感じだったんですよ。なんかで他の白人とかは普通になんか体が細くて普通な感じで、とても優しそうなニコニコしてる感じで、そのちっちゃい頃からそういう差別が気づかないところであるんですよ。でその差別が起きてる最も大きな理由って、そういうメディアを通して起きてるものだと思うんですよ。教科書を見てちっちゃくていいんですよ。そのちっちゃな印象がどんどん積み重なってその悪い印象が生み出されるんですよ。例えば教科書を見てその怖そうな印象の黒人がいます。それも全部小学校から中学校の9年全部その悪い印象があったとして、その悪い印象が9年も続くんですよ。でそれにプラスされてニュースとかいろいろなことが来て、もうパンパンになるじゃないですか。黒人は危ないっていう印象がもう生まれて、それがもうなくならないんですよ。そういう印象が生まれてしまうともうそこで終わりなんですよ。はい、本当に自分たちでその情報を調べ出して、本当かどうかは本当にこの動画を通してみんなにしてもらいたいなって思ってるんですよ。何度も言ってるんですけど、本当に自分たちで調べ出してほしいんです。で、結局その差別が起きたらぜひ食い止めに行ってほしいんですよ。そこで知らんふりをするともう傍観者になっちゃうんですよ。だからそこは勇気を出して声を張ってダメって言えるようにしてほしいんですよ。その差別は絶対何があったとしても悪いことだから、それに反対してそれに苦しんでる人の味方になってあげるのがもう一番大切なことだと思うので、ぜひ差別を反対して差別を受けてる人の味方になって応援してしてください。このビデオが気に入ったらぜひ高評価を押してください。ぜひチャンネル登録もしてください。でこれが役に立つっていう人とか、これを見せて一緒に差別を反対になってほしいっていう人がいたらぜひ共有シェアをしてください。